はい、いて座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は10月後半のタロットリーディングをさせていただきます。また年末までのね気をつけることっていう動画もアップしてますので、全体の流れをなんとなく把握した上で10月末はこうなんだっていうふうに捉えていただけると嬉しいです。それからカペラノートのご予約ありがとうございました。こちら10月14日までの受付の方に11月末や12月頭に発送させていただきます。で1ヶ月ごとのですねエネルギーをいつも私タロットの時に口頭でお伝えしてるんですけども、そういった星の詳しい解説を1ヶ月のエネルギー解説を載せていたりとか、あと新月の願い事も載せています。今回の新月はこういうのにいいからこういう感じで願ったらいいんじゃないっていう私のおすすめのやり方とかも毎月載せていますので、ぜひご活用ください。そして手帳はねもうたくさんあるからいいんですっていう方、そして星の情報だけ知りたいよという方は PDF で販売も予定していますので、11月末にまたお知らせしたいと思います。 PDF は PDF でね別の特典を用意しています。このノートはノートで今見えてるようないつも置いてるスプレッドのやり方とか星のキーワード集なんかもダウンロードしていただけるようになっています。ぜひよろしくお願いします。では行きましょう。10月後半です。どんなことがあるんでしょうか。あくまでも星場というかタロットはこの結果を聞いた上で皆さんご自身で行動を変えれば結果は変わりますので、参考にしていただければと思います。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソード4逆、今カップの7ですね。イマジネーションっていうのが入ってきたから、ソードのエースです。そしてワンド9、スター逆、つるし人、戦車逆、気をつけることや対策がカップの10逆とソードの3逆とオラクルは運命の輪の逆です。そうですか。すごく感じるのはこの10月末っていうのは何かなんていうのかな、広い世界に開かれた道があるって感じがするんですね。なんかなんて桟橋の道があって海が広がってるみたいな、途中までは際までは行けるけどその後は道は桟橋はそこで止まってるみたいな、そんな感じですごくなんだか世界観が広がるような感じがあるんです。ただその世界観ってすごくどっちかというとなんか静かな感じで見てるっていう、その景色を見てるっていう感じね。そこでなんかバシャーって泳いだりとかはしゃいだりとかしてるわけじゃなくて静かに見てるっていう感じがします。でもすごく開かれた道に向かってるんだっていう感じがすごくしました。いかがですか？そんな感じしますか？今から新しい世界だったりとか何か開かれたものに入っていくみたいなそんな感じがします。星でいくというと10月の17日が満月になります。でこの満月っていうのはいて座の皆さんにとってはね、チャレンジしていくとか自分が本当にできるのかな、受け入れられるのかな、でもチャレンジしますみたいな、そういったすごくいいきっかけになると思うんですね、この17日の満月は。でさらに18日になると金星というね、社交性や愛情やお金、豊かさ、友達とかそういった豊かなエネルギーがいて座に入ってくるので、いて座の皆さんはねちょっと自分に優しくなるとか綺麗になるとか自分のこと前よりちょっと好きになるとか認められるみたいな優しい感覚が自分に入ってくるんじゃないかなと思います。気持ち一つで結構自分への評価っていうのは変わりますよね。こんなんじゃダメだって思うのか、十分できたじゃないかって思うかによって違うんですが、ちょっと自分に優しくなる、そして今の自分でも十分じゃないって思いたくなるみたいな感じがあります。そしてカードで見た時に入り口がソードの4っていうのはちょっとね、なんだかね、さっき言った開かれた世界があるっていう感じで、そこに向かっていくって感じがするんですね。でも向かっていってるんだけど気持ちとしてはちょっと忙しかったのかドタバタしすぎたのか、不安を取り除きたいって感じがするんですよ。心の中で不安とかざわざわしたことを取り除いて静かになりたいんだみたいな、
ゆっくりしたいんだ。なんか例えば日中月曜日から金曜日までもわーっと忙しくて、じゃあ土日も土日で遊びの用事で忙しくてってなった時、何にもしない日が欲しいみたいな、そんな感じで静かにしたいみたいなね、そんな感じがします。でもこれは決してやる気がないわけじゃない気がします。逆にやる気があるからこそ、なんかこう静かにこれから広い世界に向かっていくからこそ心を整えたいんだとか、一息入れたいんだみたいな感じがします。一息レストですよね。一息入れたいんだって感じがします。すごく未知の可能性が見えてくるっていう感じがするんですよね。で実際10月23日までは自分のこう可能性を見ていきましょうということで、いろんな人に会ったりとか、これまでのとはちょっと違うフィールドに行くというかね、違う雰囲気の人たちと関わるとかっていうことがありそうな気がします。でそれすごくいい刺激になりますし、10月23日以降っていうのはちょっと収めたいって感じかな。やっぱりさっきのお誕生日の前っていうのは少し落ち着きましょうっていう時だったりするので、ちょっと休もうかなっていう感じもあるかもしれないし、むしろ誕生日からとか、もしくはもう少し長いスパンで見た時に来年からとか、そういう年末ね、いいですからね、その手の皆さん、そっから進む、新しい世界に向けてちょっと準備したいんだみたいなね、ちょっと休ませてくださいって感じがしますので、ゆっくり休んでください。10月23日以降は。これまでも十分自分なりに世界を開拓したなって感じもありますし、頑張ったなって感じありますよ。でもなんだかご自身の中ではもっと準備しなくちゃいけないみたいなね、準備しようと思ったらやることは山ほどあるんだ、もっとまだまだできてないんだみたいな感じがあるのかなって感じがします。それがより一層自分へのプレッシャーになって、ちょっと休憩したいとかね、ちょっと休みたいみたいな、静かでいたいっていう感じなのかもしれません。でもね、着実に何か自分の理想に向かって世界っていうのは開かれてきてるって感じがします。さっきのなんかね、静かなんだけどすごく開かれた可能性のある方向に向かって今いて座の皆さん歩き始めてるっていう感じがするんですね。それを感じていらっしゃる感じがします。いて座の皆さんも、このまま行けばいいところにたどり着くみたいな感じかもしれないし、ただやっぱりすぐには動けないっていうのかな。この感覚のままじゃあ広い世界に入って完全に開かれますかっていうと、やっぱり自分ができることは限られているんだみたいなことを感じそうな気がしますね。やろうと思えばできますよ、いて座の皆さんだったら。だけど自分の立場とか状況とかを考えたら、ちょっと今の自分では口出ししない方がいいんじゃないかなとか、これを言うことによって何かすることによってその相手の立場を傷つけるんじゃないかなとか、例えば上司の顔を潰してしまうんじゃないかなとか、そういう誰か他者に対しての気遣いから本領発揮できないみたいな、ちょっと抑えとくっていう感じがあるかもしれません。タイミングを見計らってる感じ、いいじゃないですか。それでもうちょっとおとなしめでいきましょうって感じがしますよ。すごくでも全体的にはさっき言った広い世界に向かってるし、運も上がってるし、手田さんの可能性がこれからいっぱい使えるみたいな雰囲気なんですけど、その前に深呼吸しておきましょうみたいな、ちょっと休んでおきましょう、ちょっと下手に動き回るというよりは急に大阪弁でしたね。下手に動き回るというよりは様子を見てね、周りの環境を見て自分がやるべきことをやりましょうっていう感じです。出しゃばらないって感じがします。なんかね、それはいい気がするんです。その方がっていうのは、タイミングとしては何かを経験するとか世界が開かれるっていう部分に関してはものすごくいいタイミングです、この10月末はね。でも実際にじゃあ何か動き出しますか、自分が何かを捨ててまで行きますかとか、そういう感じではないです。様子を見てくださいと、もう入りましたからまず観察してくださいみたいな感じなんです。その方が自分が下手に誤解されたりとか非難されたりとかすることがなく、今のこの状況の中でうまく立ち振る舞えますよって言われてる気がしました。はい、ちょっとそれを踏まえた上でお仕事のことを見させてください。なかなか珍しいですよね、こういう感じを。開かれた感覚の中にいるんだけど、
あえてそこでわーっと全力疾走しないっていうね、よーく観察してタイミングを見計らって周りの人の調和をとっていくって感じね。お仕事ね、カップの6、はい、死神、はい、ワンドの4とジャッジメントということで、お仕事に関しては懐かしい人に会えるのかなみたいな感じがあります。もしくは仕事を通して昔やってみたかったことを、に携われるとか、自分がそうそうこういうのやってみたかったんだよねっていうその思いを今仕事を通して叶えてあげることができるよっていう。なので一つ何か消化する、昔の思いを完全にもう消化して叶えてあげて、その思いは終えましたみたいなね、もうそれは昔の願いでもう叶ったからもうそれはいいんですみたいな感じで、何か一つ心の引っかかりだったこととか、少し心残りだったことかもしれないし、昔叶えたかったことかもしれないんですけど、それがうまく形になったり認めてもらったりとか分かってもらえることによって終わるって感じがしますね。そしてすごく晴れやかな気持ちです。ここでもワンドの4が出ていて、誰かとそれを喜んでいる、誰かと仕事を通してですけどね、これ仕事のことで見てますから、喜んでる、よかったねみたいな、伊手座の何々さんならできると思ったよみたいな、そんな感じかもしれないし、誰かが見てくれている感じもします。そしてすごくこれまでの長い何かがここでやっと終わる。でも終わるってなんかその潰れるとか失敗とかいう意味じゃなくて、逆にこれまでの思いがやっとここで消化して完成してなんていうんですか、完成するんだっていう感じですね。でよかったねって感じ。そして、人間関係見たいと思います。ペンタクルスのキング、ストレングス、すごい先生ということで、人間関係全く問題なしって感じですね。これは10月末、人との関係においてはものすごく応援されてます。まずはご自身の中にあるこのペンタクスキングっていうのは、物事を統合していく力とか、うまくコントロールしたりうまく育てたり、その状況っていうものをきちんと収めていくことができる人っていう感じなんですけど、自分の中にそういう能力ありますよっていうふうに言われてるんですね。なのでこれまで自分が得てきたことや分かっていることっていうのは別にひけらかすわけではなく、できます、やりますみたいな感じで自分がやったりとかして、その場にはすごく重宝される。そしてもう一つね、やっぱりストレングスっていうのは不可能を可能にする力があり、これが人間関係のところで出てくるということは、自分が他者と関わることによって相手の可能性を上げるっていう感じがします。相手が無理だとかできないとか思ってても、自分が何か言葉をかけてあげることによってすごく力になって、じゃあできるかもみたいな感じで力が上がる感じがするんですね。なんか誰かを励ますとか相手の力を信じてあげるっていうのはすごくいいです。でそうすることによって自分も整う、自分も今すごい人間関係いいじゃないとか、私やっぱり人付き合いうまいかもとか、今まではそうじゃなかったかもしれないけどできるっていう感覚になり、うまくつながっていきますね。でもこれは他者とがっつり向き合ってっていうことではなくて、自分というものをしっかり保った状態で今までとは関わったことのない人と関わってみたりとか、ちゃんと感情が伝わるんだっていう、伝えれば伝わるんだって感じがすごくします。これは、分かり合えるんだみたいなね。はい、いいじゃないですか。なので誰か特定の人、ちょっとお知らせなんですけども、もしですけれども、私いつもこうやって全体運と仕事と人間関係とっていうふうに見てるんですが、もし恋愛に特化して見てほしいっていうご要望があれば、恋愛だけのやつを見てみようかなというふうに思っています。恋愛ちょっと見方も全然変わりますので、またちょっとかなり特殊なケースになると思うので、そういう需要がどれぐらいあるのかなということで、もしぜひそれも見たいですっていう方いれば、ぜひコメントで見たいですって書いていただければ作ってみたいと思います。手田さんの恋愛運という特別なコーナーというかその動画をですね。はい、なので特定の関係性で言うと非常にいいです。非常にいい。
でたとえ表面的にうまくいってないと思ったとしても、自分が心から伝えていくことでダメだと思っていたものが復活したりうまくいったり、相手の力を信じてあげることでうまくいくってこともあるし、自分が全然感情的に乱されていない、自分は落ち着いている状態だからこそこの状況を対処できるって感じがあって、非常に寺田さんのいい部分が現れてますね、これは。なのでただ全体的な運勢として見た時にすごく開かれた世界にあるけども、変にねチャンス早くしないとチャンスが逃げるかなとかって思わずに、ゆっくり観察してくださいと言われていますので、焦らずにね生きてください。そして最後もう一枚だけちょっと見てみましょう。はい、クリエーションというカードが出ました。このカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってみてください。明るいですね。何かここから育とうとしている、育てようとしているのか育とうとしているのか分からないですけど、何かが生まれようとしている。もうその種はまかれている、もしくはその世界観の中にいる、その空気感の中にいるっていう感じがしました。はい、あんまり心配しすぎないでくださいね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録、コメントで教えていただけると嬉しいです。ではまた月末までにね、次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。